悪になれない悪の集団、仮面神ボゼと悪石島のキャラは漫画マハラ島第2話から登場です。ボゼ。この島は日本の領土です。全都道府県令を日本国民が知っているように、全有人透明も認知された世の中に変わる時です。日本一周を本島に限定設定している日本人は、侵略国家に対し国境の島を日本領土だと主張していないように誤解される懸念があります。日本の領土を海外の人たちにもより認識してもらうために、アイラはシンガポールからこの島へ漫画取材で行きました。鹿児島県十島村の悪石島。さて、この島への交通手段はフェリーのみです。日本の本土へのフェリーは毎週2本、水曜と日曜のみ。逆方面へのフェリーも週に2本、火曜と土曜です。この村は7つの有人離島だけで成り立っています。日本一南北に長い村がここです。冬は毎年のように3週間欠航になります。3週間全く物資が届かないのは日本でもこの村だけです。そんな自然環境の厳しい村。絶海の孤島といえば東日本では父島です。青ヶ島は違いますよ。あそこは毎日ヘリコプターがあり、フェリーも毎週4本ありますから、孤島には該当しません。十島村役場、十島村教育委員会、都からの関係者の皆様、取材にご協力いただき誠にありがとうございました。教育長と直接お話しした際に、ボゼも漫画に登場させて構いませんかと一応確認したアイラ、もちろん構いませんよとご快諾。学校の中もアイラは撮影許可を得ていますが、絵にすることを条件に誓約書を提出しました。そのためこの動画やマハラ島のブログでは写真ではなく絵で掲載されます。カラー原稿を一人で一冊描くのに2年もかかるのが漫画。ボゼはマハラ島で悪石島のマハラ人であるヒゴ・アレクシスの家に居候しています。ヒゴは後からの地域に多い名字です。アレクシスはドイツに多い男性の名前です。代々悪石島に住んできた父とドイツ人の母を持つ彼が悪石島のマハラ人として描かれます。400以上の有人島が登場する国際島漫画は世界初です。悪石島もその中の一つです。マハラ島の話はまた後ほど。悪石島も集落周辺には聖地が広がっています。ガジュマルをはじめ多くの巨木、古木が保護されており、悪石島の守り神として信仰の対象となっています。誤って立ち入らないように島民に確認しましょう。今回アイラは言っていませんが、悪石島の山頂には沖縄電話局の看板がありました。ここは鹿児島なのになぜ？数年前にその看板は取り外されています。トカラ列島は太古から日本本土と南方との重要な中継拠点でしたが、その関連でしょうか。山頂からは諏訪之瀬島、臥蛇島、中之島の3つを眺めることができます。標高は584メートルです。さて、悪石島の歴史と伝統について。ボゼはユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。どう見ても日本的な特徴を有していないボゼ。悪石島では旧暦7月16日にボゼが祭りに登場します。体の葉は小葉です。ボゼの性別は男性、3体でワンセットです。よく見ると外観が異なっています。見慣れていないと間違い探しゲームのようです。アイラは悪石島の西層に宿泊しました。ここのオーナーはボゼの中の人です。彼が言うには、悪石島に代々住んできた成人男性しかボゼの中の人にはなれないそうです。ですから移動留学で来ている小中学生たちは NG、
島おこし協力隊の男性や移住者などが中の人になれるのはいつでしょうか。より少子化が進んでからなのかもしれません。悪石島の人々は墓前に畏敬の念を持ち、ボゼマラというボゼの持つ杖で体を叩かれると魔が払われると話します。この杖って男性器のあれらしいんですけども、海外では万が一が NG になるリスクがあるので、アイラはその辺はまんまり説明しません。この動画で説明したことにしておいてください。また、来訪神でもあるボゼは、悪霊となった人々を新しい生の世界へ蘇らせる役目を持っているそうです。この情報は漫画でも描かれています。悪石島には一万神社があります。12月の七里祭りでは、ここの琉球松に神様は洗濯物を干すとされています。冬で洗濯物が乾きにくいのか、年末大掃除なのか理由は不明です。金山神社には巨木の犬巻き、タブ抜けがあります。ここの鳥居は日本では悪石島だけの独特のデザインとされています。魔除けを意味しているそうです。ノコゲリバのデザインです。ラップを切る時のあれですね。透明曰くこの鳥居の下をくぐってはいけないという意味もないそうです。なんとなくアイアは迂回しました。ギロチンが怖いです。このデザインは東南アジアのラオスやタイに住む少数民族の文化に非常に類似しています。彼らは赤族。その村の出入り口にはこの鳥居と非常によく似た鳥居が立っています。アイラはシンガポールに住んでいるのでそこへ行きやすいのですが、ラオスとタイは最近治安悪化が激しいので当面予定はありません。もし行けたら日本人でも珍しいと思うので、動画に上げたりまんまでも書こうと思います。映像はありませんが、坂森神社は悪石島教育の発祥の地です。1897年にこの神社で寺小屋が作られたそうです。トカラ列島で小学校令が始まったのは1930年、日本本土では1870年です。半世紀以上の教育の遅れがあったのですね。現代では離島留学先として人気です。寮は満員の状態ですし、基本的に誰かが卒業か転校しない限り入寮はできません。ここの寮はフランス人と日本人夫婦が担当しています。港で会社を見かけたらその人の車です。コンクリートでタイヤのすり減りは早く、塩でメンテナンスも大変な車環境。管理スキルは車にも発揮されている模様。悪になれない悪石島の人々。対馬丸慰霊碑。悪石島の生徒たちは毎月第3土曜日に青空活動としてここの清掃をしています。対馬丸を皆さんご存知でしょうか。1944年8月22日22時12分、悪石島の北西10キロの海上、沖縄から長崎へ向かっていた爆動疎開船対馬丸、アメリカ軍の潜水艦モーヒン号の魚雷攻撃を受け、その船は沈没しました。対馬丸記念館によると、乗船人数は1788人、犠牲者は1418人。この犠牲者のうち小学生は775人もいました。アメリカではこうした事実を学校で教えることもないのでしょうか。多すぎて教えきれないのかもしれませんね。我々日本人たちで記録を永続的に継いでいくことが大切です。2023年12月にフェリー豊島2で船上火災が起きました。この時も悪石島の人々は漁船で人命救助に駆けつけています。悪石島の人々は悪になれません。彼らは日本の性善説と対立している人たちなのです。和原島の話、ヒゴアレクシス、あだ名は悪石島だけに。他の島のキャラも各島に由来したネーミングです。400以上の島で特徴を持たせる主張もあり、悪石島の人々は不良的外観で書かれています。あっくんの母は悪石島出張所の所長です。
彼女は日本のヤンキーマンバの影響で16歳の時に来日しました。目的は全都道府県の番長への勝ち込み。彼女はバットを片手に北海道から南下し鹿児島に到着。彼女は港の近くの回転寿司屋の駐車場でハクと書かれた T シャツを着た集団を見かけます。日本最強の番長は悪石島の学校にいる。それが悪石島へ来た彼女の動機でした。悪石島の人々は1000本ノックを毎日2年行ったことで鹿児島最強離島集団の一角となっています。マハラ島の主人公はトカヤ列島の小宝島です。漫画では小宝島表記です。悪石島は悪には島でいいですかね。 YouTube では現実世界の名称を使っています。マハラ島のあらすじ。過酷な環境で普通に地味に生きてきたつもりのトカラの民たち。そんな彼らは鹿児島最強の離島集団となっていた。九州山口連合に加わり、アジア各国のマハラ人たちと海を越えた絆をつなぐ島物語。それがマハラ島です。第1話に小宝島で幼なじみを語ります。悪石島、佐賀の高島、ボゼ。この3人が基本行動を共にします。世界に都からあり、世界初国際島漫画を鹿児島から。自分が住んでいない島なのに頑張っているなと思ってくれた方は、アイライのねぎらいでチャンネル登録といいねをどうぞお願いいたします。お友達にも広めてくれると嬉しいです。YouTube は他人の動画をパクる人が多いので、漫画家のアイラは動画ではなく主に漫画でボゼと絡めた話を描いています。他は概要欄からマハラ島の悪石島記事にリンクください。売店や宿情報はそちらをどうぞ。いつもありがとう。ではではです。